始まりました。アールズトークトーク MC の R です。よろしくお願いします。本日のコーナーは、すべてを熱く語れなくてもいいじゃない、アールズ切り抜きチャンネルのコーナーです。このコーナーでは特に芸術的な知識のない MC の R が作品を楽しんだ感想としてワンシーンを切り取ってネタバレを含みながらトークしていきます。今回ついに僕が一番好きな中森明菜さんの曲二人静か天川伝説殺人事件よりについて感想をお話ししてみようと思います。先日ですね、天川伝説殺人事件を見たんですよ。浅見光彦シリーズだったっていうのは知らなかったんですけど、だから今回は二人静かについて思うことと天川伝説殺人事件について思うことを織り交ぜながらお話しできればなと思います。そもそもですね、僕が二人静かが好きなのは子供の頃からでね、母が中森明菜さんのファンなんですけど、子供の頃カラオケでよく歌ってたんですよね。だから入りはね、母の歌ってことになるんですけどね、サブンチャンネルの方で中森明菜さんの動画が上がってるんですけれども、そこでお話ししたようにね、去年だと思うんですけど、中森明菜さんのデビューから1991年までの楽曲について考察を書いた本みたいなのを読みまして、そこから僕も自分自身が中森明菜さんのファンと言ってもいいのかもなと思いましたという流れがあるんですけど、それまではね、気が引けてしまって、自分が好きですって言っていいのかなとかね、母親がファンのアーティストのやつ聞くっていうのもなみたいな変なねあれがあったんで、サブスクのね時代になっても自分の意思で中森明菜さんの曲を聴くっていうことがなくて、母が聴いてる曲が漏れ聞こえてくるのを聴くみたいなね、そういう生活をね送ってたんですけれども、本を読んだことで自分で自由に聴ける状況になった時も、ちょっとねあまりにも中毒性がすごすぎるなっていうことでね、一回聞き始めると入り込んじゃって日常生活になかなか戻れなくなるようなね感じになっちゃうんで、二人静かは特にね普段は極力意識的に聞かないようにするくらい好きなんですけれども、今回はねこの回を原稿を書こうと思って原稿を書いてる間って取り上げさせていただいている楽曲ってずっとエンドレスでね流してるんですけれども、至福の時でしたよね。で、個人的にね思う中森明菜さんの歌の好きなところがね、あくまで個人の感想ですけど、ただただ強い女みたいな、もう強すぎてもう助けもいらないよってほどのストロングな感じじゃないんだけれども、かといってじゃあ細くて壊れやすいとか繊細な心かみたいな、そういうわけでもないというか、その感じが僕の語彙力ではもうこれ以上表現できないんですけど、なんというかちょっとした怖さみたいなのもあるんだけど、優しさみたいなのとか、愛情みたいなねものもね感じるみたいな、そういうのが、そんな雰囲気が好きなんだよなと思うんですよ。率直に言えば要するに奥が深いよねみたいに言いたいだけなんですけど、奥が深いよねみたいにだけ言うと物足りないからね、いっぱい言いたくなっちゃうわけなんですけれども、そういう歌唱をそうやって歌うことで表現されているね、この歌詞の部分かなと思うんですけれども、歌の雰囲気も相まってか、個人的にはね歌は悲壮感みたいなものはね全く感じないんですよね。ある意味淡々としてるっていうか、この瞬間、この時間空間を味わっているに過ぎないんだよみたいな、そういう雰囲気があるなと思ってね。だけど内容としては殺めたいくらいとかさ、永遠にみたいな、そういう言葉があるじゃないですか。だから単なるこの瞬間を味わおうねみたいな、そういうことでもないわけですよね。もちろんなんていうか、人間って永遠なんてないから焦ったりするのかなと思うんですけど、この歌のね中では永遠があるわけですよね。永遠に抱いていてあげられるわけで、
歌詞の中でも時の背中に花びらをね並べてるっていうねことはじゃないけどさ、時の外側にいるっていうね風にね、まあなんか今回改めて聞いてて思いまして、永遠という時間はさ、なんか無限にあるようで限られた世界で、その限られた自分たちだけの世界で永遠に一緒にいるみたいな、そういうね、永遠なら絶対焦らないっていうか、なんかそういう怖さであったりとか、この現世にはさ永遠なんてないわけだからねってことはみたいな話でもあるわけじゃないですか。まあそもそも殺めたいくらいとか言ってるしっていうのもあるしっていうかなんていうのかな、やっぱり現実に生きている世界の中で起きていることじゃないなっていう感じが、やっぱりそういうのをなんとなく感じるのが、僕がこの二人静が好きだなって思うところなんですけど、最近もね極悪女王の切り抜き茶のをさせていただいた回でもね、そういう思いみたいなものとこうやって過ごす時間っていうのはまあ全然関係のないところで時間が過ぎていってしまったりとかするよねみたいな話もさせていただいたんですけれども、思いの世界では永遠に一緒にいられるっていうかね、まあなんかそういう感じで、そこにここなら一緒にいられるねみたいな感じがなくて怖いというかねいう部分もあるけど、なんかもう諦めみたいなものというか決意というのか、そういうたとえ永遠にそこから逃れられないというかね、逆に言えばそういう場所であってもずっと添い遂げるよみたいな、なんかそういうね、まあ言っちゃえば重たい思いみたいなものをなんとなく感じるのがね好きなところなんですけれども、そんな感じで二人静かを聞いてたんですけど、今回天川伝説殺人事件を見ていろんな思いとかがあって、ああいう殺人事件っていうねのになってしまったわけですけれども、ここからね天川伝説殺人事件のね、めちゃめちゃネタバレを含みながら話しますけど、特に印象に残ったのは自分の子供を殺してしまったおかみさんについてと宗家の思いかなと思うんですけど、ちょっと順番にねお話ししたいんですけど、母親の思いっていうのは僕は想像しかできないことですけど、自分がその産んだ子供を1年も育てられずに連れて行かれる母親の思い気持ちってどれほどのものなんだろうなっていうふうに思いまして、ちょっと今回はね僕自身がちょっと皆さんにね人間的にどうですかそれみたいにちょっと思われるかもしれないことをね言ってしまうと思うんですけど、最近ハッとしたことがありまして、人の死ってそれに関係する全ての人にすごく強い影響を与えるんだなと改めて思ったんですよね。それがどんなに何も関係のない本当にたまたまそこに居合わせただけの人であっても、人が亡くなるっていうことはすごい強い影響を人に及ぼすんだなって感じさせていただいたことが最近ありまして、それでもし亡くなったのが家族とかであれば、人が亡くなるという衝撃、強い影響そのものに加えて、それまで過ごしてきた時間の中でその人っていう人が存在してきた事実というかがあるわけで、そうなると生活とかもやっぱり変わりますよね。例えば亡くなった人がいたからしていたことをしなくなったりとか、いたからしなくてよかったことをしないといけなくなったりとか、自分の実生活も大きく変わりますよね。そう思った時に僕がねこれまで祖母の死を本当の意味では感じられてなかったのかもしれないなって思いまして、自分って本当に寂しかったんだなとか悔しかったんだなとかすごくね強く思いましたね最近。
なんかね、普段なんとなく漠然とした恐怖心とかざわざわした気持ちみたいなのがあったんですけど、それは寂しさだったんだなと、腑に落ちた部分がありまして、ちょっと逆に精神的に安定したというか部分があるんですけど、僕は祖母とずっと一緒に生きてきましたんで、一つの家族としてそういうことを感じているところで、この天川伝説殺人事件見まして、このおかみさんの話を見ていて、さっきのような僕にとっては当然ね、聞いた話だとか単なる想像だよねっていうことなんですけど、母親というのはさ、子供が生まれる前からもういわゆる十月10日ですよね。片時も離れずに一緒にいるわけですよね。どんな子だろうなとか、大人になったらどんな人になるのかなとか、自然に考えるんじゃないかなって思うんですよ。そうやって十月10日過ごしてきて、1歳になる前に連れ去られて、後継ぎとして育てるからさみたいな、そんな約束されてもねってね、想像もできないことだなと思うんですけど、そんな我が子をね見守るために頑張って今までやってきたのに、ちょっと言葉を選ばずに言えばね、つまんないやつのために窮地に立たされることになってしまって、殺すしかないっていう風に追い詰められてしまったわけですけど、最近アシュラのごとくも見たんですよ。ネットフリックスでリメイクされたというかバージョンが最近ねありますけど、そちらのを見まして、ちょっとそっちのネタバレを今からね30秒くらい話しますけど、そっちでもそういうつまんないやつにね、自分のそういう大切なことをつい言ってしまったっていうことがね描かれてて、このおかみさんの話の時に似てるなっていうか構図がって思い出したんですけど、そういうことってやっぱりあるなって、誰かに自分の中だけでやっぱり抱えるのがね大変で、とにかく口から出したいという、とにかく表現したい、誰かに知ってほしいというかみたいな気持ちになってさ、で全然知らない人だったりとか自分と関係のない人だったりとかって思うと、ついねその昔時代だとね、昭和の頃って SNS みたいにつながってるとか、一般人が簡単にね、僕もこうやって YouTube やってますけど簡単に発信できる時代じゃないから、今久々に会って別れたらそれっきりだよねみたいなね感覚もねあったかもなとも思うし、なんかそういう時につい口をついて出ちゃうっていうことがあってね、それが結局自分の子供を苦しめるような状況に追い込まれるということにつながってしまったってことでね、それで最後のおかみさんと宗家のね話を聞いてても、誰かに何かの思惑があったとかそういうことより、まずはね思いがあって、それがちょっとずつ狂っていった時こうなってしまったのかなと感じたんですけど、もちろんね手放しに祝福されるようなことばかりしてきたわけじゃないんですけど、最後には殺人事件にもなってしまってるしね。だけどこれもねどうなんていう風にねちょっと思われてしまうかもしれないんですけど、最近本当にねちょっとのことっていうのが本当にちょっとずつずれていくと、やっぱり最終的にはとんでもないことになってしまうってことがあるよなと思うんですよ。昔もラジオのある回でねお話ししたことだけは覚えてるんですけど、いわゆるね普通のこととされていることから一気に変わったらね、誰かしらいやそれってどうなのみたいに思ったり言ったりできるっていうのはね普通のことだと思うんですよ。例えば仕事とかで普段の仕事量っていうのがあって、だけど何かミスがあったとかで仕事がもうギチギチになった、これはやばいなんとかしないとってやったらなんとかなりましたってなると、頑張ったらなんとかなるもんなんだなってその時は思う。普段と比べて今回は頑張ったって思うけど、結局そうやってやればできたなって一回経験しちゃったら、そもそもなんていうか最初から感覚としていざとなればああやってやればなんとかなるからなってやっぱ思うようになっちゃうよねと思って、それが続いていっちゃったらもうこのいざとなればなんとかなるもんなっ
だったものが、これはなんとかなるやつだな、普通のことだなってね、なっていっちゃうよねって。もともとはね、これやばい、なんとかしなきゃってやってなんとかできたことだったのに、だんだんそれが別に普通になんとかなることみたいになって、でそっからまたやばいことが起きて、頑張れ頑張れで、なんとかなったなが、これが結局はなんとかなるやつになってってね、なっていっちゃうと、だからだんだんそうなっていっちゃうっていう、日本語のさ表現としてある時一線を越えたみたいな表現がねあると思うんですけど、そういうのもね、その一線ってものにだんだん近寄っていって、だから要するにいわゆる普通とされてること、普通こうするみたいな常識から一気にその一線を越えてるんじゃなくて、もう半歩も行けば一線を越えるよのところにある時もうたどり着いてしまって、でちょっと踏み外したら一線を越えてしまうっていう、そういうねことってあるなと思って。だからもちろんね、そのいわゆるいいこと良くないこととか常識非常識とかあるんですけど、例えば何かに抵抗があるとしても、それが良くないことだから抵抗があるっていうよりはね、いつもやっていないことだから抵抗があるっていう場合もね多いんじゃないかなと思うんですよね。要するにいつも良いに含まれてれば、そう良くないこと、一線を越えることにはならないっていうことなんじゃないかなっていうかね、思うんですよね。みんながみんなそうやって生きられるわけじゃないからね、簡単なことだと思うわけじゃないんですけど、理想論で言えばというか、普段からもう徹底してここは大丈夫っていうラインをもうずっと守り続けることができれば、その一線を越えるようなことになりにくいというかねいうこともあんのかなとかね、そのパターンの一つですけど、もしそれができればそういうことにはなりにくいというのか、からいわゆるバレなきゃいいやみたいなやつとかね、そういうんじゃなくて、本当にもう徹底してやるとか、本当は良くないことなんだけど今はいいだろうとかね、そういうことじゃなくて、本来こうあるべきと思うならそれをやる方が判断つきやすい場合もあるというのかな。ちょっと言い方がよくわかんないんですけど、例えば日本の常識は海外の非常識とかね、その逆とかもあったりすると思うんですけど、なんかちょっと似たような話で、中国の方がね、中国人はくちゃくちゃ食べると、それが普通なんだけど、自分は日本に来て日本人はみんな静かにくちゃくちゃ食べない、それに慣れてまた中国に帰るってことがあるとね、すごく気になるようになったって中国にいて、中国の常識の中で生きてる時はというのか、特に気にならなかったけど、日本でそういう常識の中で生きた後、中国に帰ってみると、いやなんでくちゃくちゃ食うのみたいな話をねされてる方がいまして、何が言いたいか自分でもよくわかんないんですけど、そういうね、くちゃくちゃ食べてるからもうはいブブーみたいなじゃなくて、あくまで普段くちゃくちゃ食べない人の中にいるから、それを良くないんじゃないって思えるというか、そういうこともあるよねっていう思いましてね。だからそれだって結局環境の話であって、自分でくちゃくちゃ食べてる自分とくちゃくちゃ食べない自分比べた時、くちゃくちゃ食べない方がいいって自分で判断したんじゃなくて、環境的な要因も大きいと言うべきなのか、環境的な要因でそう思ってると言うべきなのか、僕はわからないんですけど、そういうことってありますよね。だから環境によって状況によって一線を越える、その一線から離れるのがすごく難しいこともあると思うんですよね。離れられない、もう一線のすぐ横を歩くしかないというか、そういう場合もあると思うんで、環境で言うと特に子供は周囲の親とか保護者に影響をすごく強く受けますよねとかね、そういうことを思ったんですけど、今回の天川伝説でもこういうことが起きてしまったというのがね、僕はもう全然由緒正しい家柄の生まれってわけでもないし、
身近にそういう人がいるわけでもないから、もうその状況っていうのは想像もつかないんですけど、やっぱりどんな家に生まれても結局生まれながらに巻き込まれてるなって思いますよね。そのでかい家柄っていう存在に巻き込まれてるなっていう風にね、それのいい悪いはね判断できませんけど、知らないことなんで僕はね、とにかく影響があるよねっていう風にね思って、殺人とかね、今回の映画の内容について何か肯定したいとかっていうわけじゃもちろんないんですけれども、宗家もねまた巻き込まれている人という側面もあるかなと思いました。結末を知らずに冒頭のあたりのシーンを見てたわけですけど、宗家は2人の孫のどちらに主役をやらせるのかを明言しない場面があったり、いろんなね、宗家誰が継ぐのとか、誰が継ぐの誰が宗家になるのみたいな、そういう感じで話し合ってたかなと思うんですけど、宗家は男と決まってるってね、そういうね話もありましたけど、結局こういう結末になってみると、本当の理由は20数年前のその約束のためだったっていうだけかもしれないし、だけど宗家の息子さんがね亡くなった時、その奥さんに、孫たちのお母さんにお前の子供を宗家にするからっていう風にね、なだめてしまったということなんだろうなと思うんですけど、両方約束をしてしまって、そもそものおのおの孫たち2人のレベルとしては同じくらいだっていう風にね評価してて、客観的に見ればだったら順当に第一子の長男が宗家になるのかなっていう風に、客観的に見たら思うかなともね、そういうのもいろいろありますけど、残された奥さんからしたら自分の子供が宗家になると思ったから頑張ってきたっていうね、もう自分で言ってましたけどね、ちょっとやっぱ悲しいですよね。確かにね、今80代の人たちとかの話を聞いたりすることがあって、そういう時にママ母にね大変な思いをさせられたっていうのを割とみんなね言うなっていうよく聞くんですけれども、長男からしたらお母さんっていうのはママ母みたいなもんだったわけで、あの時代はママ母っていうのは自分の子供とかしか可愛くないもの、それが当然みたいな感じでよく描かれてましたよね、ドラマでも。でも最近のドラマでは必ずしもそういう風には描かれてないかなっていう風に思うし、現実の話を聞いたりしても養子だったけどまるでそうとは感じさせずに育ててくれたとか、だから養子だと知った時驚いたとかね、そういう話を聞いたりとか、いろいろな状況があるから本当に一概にね言えませんけど、あの時代の世間のイメージとしてはやっぱりママ母イコール嫌なやつみたいなね感じだったかなと思うんですよ。だからこのお母さんはすごく誠実な方の描かれ方なんじゃないかなっていうふうには思いますけど、やっぱ最後のねおかみさんの何があっても自分で育てればよかったっていう言葉を聞くと、やっぱり何とも言えない気持ちになりますよね。宗家もね最後おかみさんと話す時に自分が悪かった、自分が全て悪かったから自分が罪を償うってねいう風に言っててね、もちろんもう遅いんですけどね、何もかもおかみさんも罪を逃れたからって自分の子供もね殺してしまって、それでどう生きていくかっていうことですよね。だけどああやって宗家がおかみさんにね話に行った時に殺されてしまった人のようにね、よくもこんなことしやがったなみたいに言わなかったことだけは言わなくてよかったって思ったんですけど、あの会話を聞いてたら宗家もねもうとっくに荷が重かったのかもなとかね、もう思いましたね。この状況っていうのはもう孫が生まれた時から自分が何とかできるってちょっと思っちゃってたみたいな、そういう風に言っているのかもしれないなって思ったりしまして、28年前子供を宗家からすれば奪ってきたおかみさんは奪われた
わけですけど、そのおかみさんと宗家の息子、孫のお父さんの名前をね、僕も覚えてないからこんな言い方なんですけど、出会いっていうのと、全く同じ形の出会いが息子にも、孫にも長男にもあったということで、多岐技能の場に出会った2人だったと。幸せになれないよってね、親に言われてるシーンがありましたけど、相手はおのおの宗家ともなる人だよ、無理だよみたいなね。だからやっぱり家柄って環境になってしまうから、嫁いでしまったらその家柄に言い方あれかもしれないけど巻き込まれることにね、やっぱりなっちゃいますよね。その環境に行かなきゃいけない。その時に苦労するのはやっぱりその環境とは別の環境で生きてきたお嫁さんってことになっちゃうわけで、その家の中にいる人っていうのはさ、やっぱりずっとその家の中にいるわけじゃないですか。だから何年もずっとその世界で生きてきた人に満たされてる中に全然違う環境から飛び込むっていうことなので、それってやっぱりすごく大変なことですよね。同じその構図がやっぱりおかみさんと宗家の息子にもあったってことなんだろうなと。そう考えるとでが宗家もね、ただおかみさんを追い出したかった煙たかっただけっていうわけでもないのかもしれないなとか、むしろ尊重しているつもりですらあったかもしれないっていうかね、肯定したいわけではないんですけど、そんな風に思いましたね。そんな感じで天川伝説殺人事件見た後に改めて二人静をね聞いてみると、そもそも長男と妹で問題の孫たち2人で演じようとしてた演目っていうのが二人静っていうやつだったんですけど、ちょっと調べてみたらね、概要欄のリンクが出てきまして、あらすじを知ることができたんですけど、二人静っていうのは2人の役者で演じるわけですけど、その2人の役者に同様の力量が求められるものなんだそうなんですよ。だからそもそもどっちが主役っていうのもあるんだけど、兄弟2人で演じるという時点ですでに同様の力量だということを表しているっていうことかもしれないなって思ったし、そう思うと冒頭のシーンでね、宗家が孫娘への指導がねあまりに厳しかったみたいな描写があるんですけど、それもどういう思いがあったのかなとか思いますよね。それでね、二人静の歌詞聞いていると、いろいろな人たちがこういう思いを抱いていたのかなっていう、言ってしまえば浮世のしがらみにとらわれなければ思いはねみんな同じだったのかなとかね思うんですけど、やっぱり状況としてはおかみさんのことがね一番印象的に思い出されるかなと思いまして、夜桜が騒ぐっていうねのがもう子供の頃から好きなんですけど、おかみさんが亡くなるわけですけど、最後あの時期っていうのは晩秋って言ってたから秋10月11月とかのことみたいなんですよね。だから夜桜騒がないわけ。亡くなる時桜が咲いてたのは子供と別れた頃だったって。その永遠に寄り添えるところには夜桜が騒いでいるということでね、なんかもうね、生まれてからずっと全然一緒にいられなくて、自分が育てるはずだったのに育てられなかったけれども、別れた時のままというかね、一緒に過ごせるというか、なんかそういう感じがしまして、この添い寝して抱いていてあげるってねありますけど、子供の頃からねこの歌詞がね愛情のいわゆる深さというかみたいなものをね感じるなーって思ってたんですよ。なんか生意気なガキだなって感じですけど、生意気にもそう思ってたんですけど、いわゆる焚き火とかで火がボーボー出てる時よりも置き火っていう見た目地味な感じになって真っ赤になってるやつ、炭が真っ赤になってるみたいなやつの方がね高温だとか言いますよね。なんかそういうイメージの愛情、見た目は派手じゃなくても深い愛があるというか、そういうね雰囲気がすごく好きだったわけですけど、大人になっても同じように好きなわけなんですけど、あとね
かげろうの絹を脱ぐようにってねありますけど、かげろうっていうのも学校のね授業でかげろうを元にした作品の勉強をねしたのがすごく印象に残ってて、もしかしたらこの二人静かでこうやって出てきてたからかもしれないんですけど、寿命がねすごく短くて儚い生き物というか力がない生き物みたいなね、そういう存在としてかげろうというものに自分を重ねているんだよみたいな、もっとねいろいろこんなところもあるこんなところもあるって勉強はしたんですけど、そのね印象がすごく残ってまして、その絹を脱ぐようにだからねこう生まれ変わる姿というか、自分は力がない、一瞬だけ生みの母として一瞬だけあなたのそばにいたけれども、その絹を脱いで別のね自立したというか一人の大人としてというか、そういう姿を見せたかったみたいな、言ってしまえばかわいそうには見せないみたいなね、そういうもちろんね僕が表現できるわけもないしっていうのはあるんですけど、そういうふうに思いまして、そういうね時っていうものから解放されたならもう永遠に寄り添えるよねっていう、だけど歌方の夢を見なさいなんてね、歌方って一瞬だよねとかね、そこまで来るともう僕の手にはねもう全く負えないわけなんですけど、とにかくねやっぱ思いっていうのは現実に表せないなと思うんですよ。どんな風に表現するとしても自分の思いを表現できたななんていう風にはならない、絶対にね。思いっていうのは行動とも言葉とももう全く違うし、時間も関係がないんだよねってちょっと思いまして、僕が最近好きなね MBTI っていう心理学の性格分類があるんですけど、その中で外界と内界って言葉が出てくるんですよ。外界っていうのはこの現実世界みたいなもののことで、内界っていうのは精神世界みたいなことで、人間っていうのはその両方をね生きてるんだけど、やっぱね内界と外界っていうのは別の世界で、内界のものがそのまま外界に出てくる、行動になるとか言葉になるとか何かそういうことはねもうないんだなって思いましたみたいな感じでした。ちょっと最後になりましたけど、天下和漢のね板前さんと中井さんのご夫婦の最後のやりとりもねなんとも切なかったですよね。板前さんがおかみさんの毒作りをね手伝ってしまっていて、でそれを知らなかった中井さん奥さんがね最後の最後に知った時に、確かにご恩があるけどどうして止めてあげなかったのよってね言って2人で抱き合って泣くんですよね。もうそれもね胸にくるものがありましたけど、今回はここまでにしようかなと思います。ついにね一番好きな二人静かの話ができて、僕としてはねとても楽しかったんですけど、さっきのね極悪女王の回とか概要欄のとこ見ると一番下の方にリンクありますし、サブチャンネルの方でですねさっきの MBTI の話もしてますので、そちらもぜひご覧ください。最後まで聞いていただきありがとうございました。次回以降もぜひご覧ください。